なんですよ。政府の黒字は国民みんなの赤字になる、国民赤字化目標なんですね。食料品の消費税ゼロ。そうすると飲食店潰れていきますよ。だから税務署は、お前の売り上げの 10% を持ってこいよってするわけですよ。これが消費税の正体ですよ。みんなが豊かになる、みんなが幸せになる、年金の額は増やせるし、社会保険料は減らせるし、消費税は廃止できる、この方向でまとまっていきましょう。皆さんこんにちは。こんにちは。雨の中ご苦労様です。このね思いが届きますようにということでございますが、主催者のねひろきさんもおっしゃっておりましたが、他の方もおっしゃってました、財務省解体というこの意味ですよ。まずこれを本当に知っていただきたいんです。なぜかというと、力が2つあるんですね。大きな権限があるんです。皆様国民からの税金を集めるという権限、そして予算を組むと編成できるというこの権限、この2つがある。それがですね、とても財務省に対してですね力が及ぼしているということです。そして政治家の方ですね、財務省の方々が税のことを分かっていない、消費税のことを分かっていない政治家に対してレクチャーをしている。それを自分で勉強もせずに信じて騙されて、それをもとに政策をしている。 DB 黒字化目標、プライマリーバランス黒字化、聞いたことありますか？これはどういうことかと言いますと、政府を黒字化にすることなんですよ。ということは、政府の黒字は国民みんなの赤字になる、国民赤字化目標なんですね。ありえない、ね、これがあかんのですよ。だから財務省、そしてそれをレクチャーされて騙されてる政治家、これを何とかしなきゃいけないということです。その意味で財務省解体と分かりやすくされてるんですね。そしてインボイス制度、これ消費税があるから入ったんですよ。最近ですね、ある党の方とかおっしゃってます、食料品の消費税ゼロ、これ騙されないでくださいね。これをすると飲食店潰れていきますよ。飲食店はサービス業 10% かかってきます。仕入れ税額控除はできなくなります。これ潰れていきます。はい、わーでしょ。それ騙されてるんですよ。そしてね、複数税率を増やしてるっていうことですよ。これを指すことによってインボイス制度がまた遠のき、そして消費税減税廃止が遠のく、こういうのに騙されてはいけません。はい、ということで、やはり皆様のこの国民を豊かにするためにも消費税は廃止にしなきゃいけないんです。ほら税は財源ではないんですよ。ほらそれを一人でも多くの方に広めていただいて、この財務省解体の意味を伝えて広げてください。そしてちゃんと勉強して税のこと、経済を分かってる政治家を皆さん選挙で選んでください。もうこれが財務省にものがきちんと言える政治家を生まなければいけません。お願いします。はい、はい、皆さんこんにちは。じゃあ、ありがとうございます。お疲れ様です。財務省がついている大きな嘘は2つあると私は思ってます。1つは日本の財政が危機的状況であるという嘘、もう1つが消費税ですよ。ずっと日本の財政は危機的状況であると言われて、国民もみんなそれを信じて、みんな真面目だから国が潰れたら困る、子供たち孫たちに付け回しするわけにはいかないから消費税増税されても仕方がない、それでみんな苦しい中でも増税されてもみんなそれに賛成してきたんですよ。でも皆さん、それで社会保障良くなるって言ってたけれども、社会保障良くなりましたか？なってないぞ。悪くなる一方じゃないですか。そうだ、おかしいぞ。そして消費税は国民の皆さんが買い物をするたんびに払っている、こうやって教え込まれてきました。でも皆さん、これ嘘ですからね。消費税を課税されてるのはお店屋さんですよ。そして皆さん想像してみてください。
消費税が 5% から 8% に上がったとき、あるいは 8% から 10% に上がったとき、みんな値段上がりましたか？きれいに 3%、あるいは 2% 上がりましたか？上がってないお店いっぱいありましたよね。じゃあ、上がってないお店は、皆さんから消費税預かってないっていう理屈になるじゃないですか。預かってないんだったら、じゃあ税務署にその分納めなくていいはずですよね。でも、税務署はそんなこと許してくれません。今、消費税率 10%。だから税務署は、お前の売り上げの 10% を持ってこいよってするわけですよ。これが消費税の正体ですよ。値上げができなかったお店は、自分の懐からお金出して納税してるんです。赤字でも納税してるんですよ。この消費税っていうのは、みんな買い物するたんびにお店に預けていて、お店はそれを預かって税務署に納めてるだけだってみんな思い込まされてるけれど、これ嘘ですから。財務省がこんな嘘を広めているから、赤字で苦しんでる中小企業がその苦しみをみんなに理解してもらえなくて、消費税納税で潰れていくんですよ。そうだ、こんな税金は一日も早く廃止にしなきゃいけない。消費税廃止、消費税は廃止、消費税廃止。消費税を廃止すれば企業の手元にお金残るんです。こんな無茶な税金払われて済むから企業の手元にお金残るんですよ。そしてさっき社会保険料の話もありました。社会保険料を減らせばこれで企業の手元にお金残るんです。これでやっと賃上げができるんですよ。その道筋を残さないと日本経済は再生しません。どうか皆さん、今度の選挙、これをちゃんと分かってる政治家に選ばなきゃダメですよ。財務省に騙されて食料品の消費税だけゼロにします。これでは中小企業は潰れます。どうか皆さん、これからの財務省解体デモはみんなが豊かになる、みんなが幸せになる、年金の額は増やせるし、社会保険料は減らせるし、消費税は廃止できる、この方向でまとまっていきましょう。はい、じゃあダイナさんスプレッシュコールを最後お願いします。はい、そしたら元気にですね、いきましょう。財務省解体してちょうだいな。財務省解体してちょうだいな。消費税廃止にしてちょうだいな。消費税廃止にしてちょうだいな。国民を豊かにしてちょうだいな。国民を豊かにしてちょうだいな。みんなで幸せになりましょう。はい、ありがとうございます。はい、次、誰か喋りたい方いてますか？誰かいてませんか？ねえ、今現在さっきも言いましたけど選挙でね変えないとって言ってますけど、今現在皆さんの投票先ってありますか？各選挙区に自分が投票したい人いてます？いてませんよね。なのでこの財務省解体でも規模を大きくしないとね、政界再編みたいなことも起きませんね。投票だけじゃ変えれません、今現在ね。なので財務省解体デモで大規模化してね、その政治家を動かさないといけない。そのために必要なんですね。今現在投票先ないところね、主権者でね、民主主義としてね動かしていきましょう。そのための財務省解体デモっていうのもね、一緒にやってます。はい、誰か喋りたい人いてます？いてないですか？はい。